ロ、あの人の衝撃の正体4選について徹底解説。リゼロにはタイムリープや平行世界が存在し、多くの伏線があります。そこで今回は作中で登場するキャラの衝撃の正体を解説、考察していきます。シリウス、フォルトナ説。エミリアの育ての親であるフォルトナとシリウスの共通点やジュースとの関係を考察していきます。フォルトナといえば、エミリアの育ての母として過去の回想シーンに登場した銀髪でショートヘアの髪が印象的な女性です。しかし、そんなフォルトナの正体が魔女教大祭司教であるシリウスなのではないかということでファンの間で話題になっています。フォルトナとは、リゼロのヒロインであるエミリアの父の妹で、叔母にあたります。しかしフォルトナは兄夫婦から幼いエミリアを託されました。エミリアはハーフエルフですが、フォルトナは純粋なエルフであり、100年前にエリオール大森林にあるエルフの隠れ里でエミリアを育てていました。一方、第5章で登場したフンド担当の大祭司教シリウスは全身を包帯で覆っており、両腕には長くいびつな鎖を縛り付けフック状の先端を常に地面に引きずっている怪人、としか呼びようのないような風貌をした人物。愛は一つになることという思想を掲げ、無理やり自分の考えを押し付け、他人の思いや感じ方の違いを全く尊重せず、一切受け入れようとしない異常なやり方である。そして結局、最終的に行き着く先は大量虐殺であり、言ってることとやってることが全く一致していない人物。まるで対照的な2人ですが、2人にはいくつか共通点があります。まず瞳と髪の色がフォルトナと同じ。シリウスの瞳は紫紺の色をしており、髪も銀髪であるためフォルトナと一致しています。そして火の属性を扱う。フォルトナは火の属性に適性を持っており、温度操作によって氷の魔法を使うことができます。シリウスも火の属性を扱い、凄まじい火力の火炎を扱うことも可能。あまりの熱量でなんならシリウス本人も焼き焦がしてしまうほどです。3つ目は、ペテルギウスへの愛着。シリウスは自身をシリウス・ロマネ・コンティと名乗っており、ロマネ・コンティとはフルエルで有名なペテルギウスの姓です。ペテルギウスの正体は発狂したジュースであり、シリウスはペテルギウスの妻を勝手に名乗っています。実際にペテルギウスとシリウスは結婚しておらず、さらにペテルギウスからするとシリウスは顔見知り程度といったありさま。その愛はかなり歪んでおり、スバルにペテルギウスが敗れた際、彼の手下である指先の腹をさばいて彼を探し回ったり、それどころかペテルギウスの遺体の残骸を回収し食べていました。一方のフォルトナは100年前、ペテルギウスになる前のジュースと親交を深めており、ジュースはサテラの行いで世界から嫌われていたエルフたちに支援をしたり、フォルトナとエミリアを守っていました。そんなジュースにフォルトナも恋心を抱いていました。実際にエミリアと3人で出かけた時には、ジュースに見とれてしまいましたと言われ、恥ずかしがっていました。このような点からシリウスとフォルトナは同一人物ではないかと考察されていますが、それを裏付ける根拠も存在します。シリウスが大祭司教になったのが100年前ですが、フォルトナがパンドラの権能によってジュースに殺されたのも100年前ですので、シリウスが大祭司教になったタイミングとフォルトナが死んだタイミングは時系列的に一致しています。ではなぜ死んだフォルトナが生きているかについては、ある仮説が考えられています。それは虚飾の魔女パンドラが事象を好き放題に書き換える権能を使い、フォルトナの死をなかったことにし、フンドの魔女因子を取り込ませたという説です。魔女因子は適応がないものが取り込むと人格が狂ってしまうので、シリウスがペテを異常に愛しているのはフォルトナのジュースへの思いが歪んだ形で残っているのではないでしょうか。あとフォルトナが100年以上生きていることに関しては、エルフの寿命はかなり長く、エミリアでさえも100歳を超えています。ですのでフォルトナが100年前から存在していることについても説明ができます。なぜジュースはペテルギウスになった？先ほども伝えた通り、フォルトナはジュースによって殺されましたが、それは彼らの悲惨すぎる過去が原因にあります。ペテルギウスは魔女教大祭司教タイダを担当しており、正体も人間ではなく、実体は400年以上前から存在し続けている土の精霊。はるか前から肉体を乗り換えて生きながらえてきており、ロマネ・コンティ一族の体に憑依しています。ジュースであった頃は、端正な顔つきと緑色の髪が特徴のかっこいいルックスをしています。
ジュースは魔女教の活動としてエリオール大森林を管轄にして守護していました。フォルトナとエミリアの住む村に月に2回ほど物資を届けており、フォルトナとも良い関係を築いています。また、嫉妬の魔女であるサテラを信仰するジュースは、エリオール大森林に存在する封印の扉を守ることを一つの大切な役割を担っていました。魔女教といえば、現代では幾度となくスバルの前に立ちはだかり苦しめてきた存在ですが、ジュースは穏健派であるため、むしろ人々から慕われる存在であったようです。ジュースはエリオール大森林の森の中で、幼いエミリアと仲良く遊んでおり、その様子をフォルトナが微笑ましく見つめていました。しかし、そこに突如として巨食の魔女であるパンドラと、大祭司教の強欲担当のレグルス、コルニアスが現れ、封印の扉を開けるように迫ってきました。ジュースはフォルトナとエミリアを逃がすために、フリューゲルから預かっていたという怠惰の魔女因子を取り出し、適性がないまま体内に取り込みます。これにより怠惰の権能であるミエザルテを駆使し、レグルスとの戦闘を行うジュースですが、大祭司教の中でもトップクラスの戦闘力を誇るレグルスを前に腕を飛ばされ窮地に立たされてしまうのでした。そこにエミリアを同族のアーチに預けた後に戻ってきたフォルトナの助けでパンドラに立ち向かいますが、巨食の権能による能力でジュースが放ったミエザルテはフォルトナの身体を貫いてしまいます。これによりジュースは自分の手で大切な人の命を奪ってしまったことでその場に崩れ落ち、精神が崩壊。この事件をきっかけに魔女因子に取り込まれ、パンドラの洗脳もあってか盲目的な愛に狂ったペテルギウスが誕生というわけです。エミリアの母ミネルヴァ説、ハーフエルフのエミリアの母は憤怒の魔女ミネルヴァではないかという説が存在します。ミネルヴァは400年以上も前に題材を背負い、世界に厄災をもたらした7人の魔女の一人です。彼女の権能はあらゆる傷を癒すことができ、相手を殴るとどんな病でも傷でも治せます。憤怒ということもあり、感情的で怒りやすいのですが、その怒りは誰かが傷ついていることが許せないというものです。そんな彼女の最後は、エルフの決死隊を助けるために奔走していました。しかし、その決死隊は彼女をおびき寄せるためだったらしく、時の権力者たちによって仕掛けられた罠により急死してしまいます。そんなミネルヴァがエミリアの母親ではないかと言われる理由は、まずエミリアはハーフエルフのため、父親がエルフのためミネルヴァが母であっても矛盾は生じません。またエルフの決死隊を助けに行ったというのも、エルフである夫と同族を助けたかったという動機なら辻褄が合います。茶会においてミネルヴァがエミリアと会った際、合わせる顔がないと発言したのも、夫を救えず罠にはめられエミリアを残して死んでしまった自責の念から発言しているとも読み取れます。しかもパンドラは幼少期のエミリアに、魔女の娘と言っていました。扱いきれないマナ、それを維持できてしまうゲート、魔女の因果からは逃れられないと発言。魔力がすごいのは母親譲りであり、これも魔女であるミネルヴァが母親ではないかと言われる要因の一つになります。加えてエキドナがエミリアに感情的になるのは母親を知っており、押し付けがましく傲慢で独りよがりで身勝手で善意の押し売りの性格だと話しています。この発言からエキドナが知っており、しかも感情的になる相手ということで、題材の魔女の誰かということになります。そこで茶会においてエミリアの過去をよく知り、愛情を抱いていたミネルヴァが母親ではないかと言われています。エミリアもミネルヴァに抱かれた際、ミネルヴァと懐かしい響きを感じ取っていました。ちなみにサテラがエミリアの母である考察もありますが、サテラは元がハーフエルフのため矛盾が生じます。あと、6章のモノリスの手形がサテラとエミリアが一緒だったのも踏まえると、サテラとエミリアは同一人物と考えられます。エミリアの父、パック説。エミリアの父はパックではないかと言われている説があります。パックはエミリアが契約している精霊であり、エミリアと同じく非属性を扱う4大精霊の一角。エミリアの保護者を自称しており、僕の娘ヤリアと呼び常に行動を共にしています。パックは420年前にエキドナによって作り出された人工精霊で、エキドナはエミリアとの契約禁止という制約を与えましたが、パックは制約を破りエミリアと契約を結びペナルティとして記憶を封印されてしまう。パックがエミリアの父として裏付ける根拠もあり、ペテルギウスの襲撃によりエミリアが死んだ際、パックは
俺の娘に触るんじゃねえ。俺が何のためにこうなったのか思い出せた。もともとはもうちょっと手足も長くてハンサムな顔してたはずなんだ。というセリフを残しており、実は元は人間のような姿をしており、エミリアを守るためにエキドナと契約して精霊に転身したという過去がありました。マナ属性も火を扱い、成獣化すれば温度調整により存在するだけで辺り一面を氷にしてしまいます。実はエミリアも幼少期にエリオール大森林を氷漬けにしており、2人の遺伝子が同じだと考えれば辻褄が合います。というよりこれだけの大きな魔力貯蔵量と属性が同じ存在はリゼロの世界にも多くはありません。ただ一つ大きな疑問があり、パックとエミリアが出会う物語、氷結の絆では、パックが精霊になったのは420年前であり、エミリアは現在114歳のため、パックはまだ生まれてさえもいないエミリアを300年探していたことになります。それはすなわち、エミリアとサテラに大きな秘密が隠されているのですが、それは2022年現在明かされていません。以上、衝撃の正体に関する考察4選でした。皆さんいかがだったでしょうか。いつもチャンネル登録といいねありがとうございます。このチャンネルではキャラの詳しい解説やアニメの解説をしております。ちなみにアニメを見るなら UNEXT がおすすめです。概要欄に貼っておきます。これからも頑張っていきますのでいいね。チャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。